こんにちは、ケンです。今日は日本人がよく使うスラングについてお話しします。スラングとは教科書にはあまり出てこないカジュアルな言葉のことです。友達同士で話すときや SNS でよく使われます。知っていると会話がぐっと自然に聞こえるようになります。スラングの中でもよく使われるものを紹介したいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。やばいはとても多くの意味を持つ言葉です。もともとは危ないという意味ですが、今はポジティブにもネガティブにも使えます。例えば、すごく美味しいラーメンを食べたときに、やばいと言ったら、これはとても美味しいという意味です。逆に財布をなくしてしまった時のやばいは大変だ、困ったという意味です。また、危ないという意味もあります。例えば、あの人はやばい人だよと言うと、あの人は危ない人だよという意味になります。この場合のやばいは、危険で近づかない方がいい人というニュアンスがあります。つまり、やばいは驚いたり強い気持ちを表すときに使う言葉です。日本人は本当にいろいろなときにやばいを使っています。マジでは本当にという意味です。何か信じられない話を聞いたときにマジでというふうに使います。それは本当なのという驚きの気持ちです。また、自分の気持ちを強く言いたいときにも使います。例えば、マジで疲れたは本当に疲れたということです。マジは真面目から来ていますが、今はカジュアルな言葉になっています。友達同士の会話でよく使いますね。うざいはうるさい、面倒くさいという気持ちを表します。誰かがしつこく話しかけてきたり、邪魔をしたりするときにうざいと言います。ゲームをしているときに横から話しかけられるとうざいなぁという気持ちになります。うざいはイライラしている気持ちをそのまま出すような言葉です。だから少し強い言葉なので相手を嫌な気持ちにさせることがあります。だから使うときには注意が必要です。友達同士や冗談の時に使うようにしましょう。ダサいはかっこ悪い、おしゃれじゃないという意味です。例えば似合っていない服を着ている人にダサいと言うと、その服はかっこよくないというニュアンスになります。でも服だけでなく人がやっていることでも使うことがあります。例えば暴力を振るう人を見て、あの人はダサいと言ったり、電車の中で大声を上げる人を見て、ダサい人と感じたりします。つまり、ダサいは見た目だけでなく、人がやっていることにも使えます。これは
悪口にもなるので、冗談で仲のいい友達だけに使いましょう。キモいは気持ち悪いを短くした言葉です。虫を見たときや変な行動をしている人を見たときに使います。キモいには嫌だという気持ちだけではありません。近づきたくないという気持ちも入っています。だから、ただ嫌だというよりも、もっと強い感情を表すことが多いです。例えば、若い女性が気持ち悪い男性を見て、あのおじさんキモいと使ったりします。友達同士で冗談っぽく、その顔キモいということもあります。冗談でよく使う言葉です。でも、これも強めのスラングなので、使う相手を選びましょう。めっちゃは、とてもやすごくという意味です。大阪の方でよく使われていましたが、今は日本全国で使われています。例えば、めっちゃ楽しいは、とても楽しいという意味です。めっちゃは少しフレンドリーな感じです。明るいニュアンスがあり、会話が元気に聞こえます。めっちゃを使うことで親しみやすい感じになります。とてもよりもカジュアルな表現で友達同士でよく使います。今回はよく使われる日本語のスラングを紹介しました。これらのスラングは日本人が友達との会話でよく使います。でも日本語は年上や年下で言葉の使い方が変わります。だからスラングはとてもカジュアルなので先生や上司などには使わない方がいいです。スラングを知ると日本人のリアルな会話がもっとわかるようになります。少しずつ使ってみるとあなたの日本語も自然に聞こえるようになりますよ。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本に住む外国人の皆さんが日本を好きになってくれるよう応援しています。また次の動画で会いましょう。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。